こんにちは、あきこです。今日もインドからお届けします。今日は、エゴは自分の自身ではないっていうことをお話ししたいと思います。今私が言うとこのエゴっていうのは、ブロックみたいなもんですね。ブロックは自分自身ではないっていう話です。すっごいね、楽になると思うんですよね。このやり方。まず、そうだな。自分自身が、あってブロックとかあるじゃないですか。思い悩み癖とか苦しさとかっていうのはブロックって言われてるものですね。でこれがエゴっていうものなんですよ。自分自身のエゴ。エゴってこうえばってるとかではなくて、要は考え方の観念癖っていうことなんですけど、この癖っていうのがですね、エゴって言われてるんですけど、これは自分自身ではないんですよね。私なんかこう要はさ、そのエゴも受け入れて自分自身であるっていう感じで統合しようとする人とか多いと思うんですよ。あのだけどそこがなかなか外れなかったりとか、なんかブロック解除がうまくいかないとか統合のワークがうまくいかないっていう方は、このやり方をちょっと知っていただくとすごい楽になる方が多いんじゃないかと思ってて、で私自身もね今ねこればっかりやってるんですね。だからそれをちょっとお伝えしたいと思います。まず原理ね。だからまず一人一人みんな創造主なんですよ。大元の源は光であり創造主であり完全なものなんですよね。完全なものがみんななんだけど、ここにこういろんな上乗せしていろんなさ思い込みとかがこう引っかかってるんですよね。いろんなものが今まで生きてきた考え方の癖、親から言われた言葉とかやってしまった失敗とか、何かに対してのトラウマとかさ、なんかいろんなものがこう塗り固められてるような感じになっていて、それがもう自分でガチガチになって動けなくなってるっていう感じだと思うんだけど、このガチガチに固められてるものっていうのがエゴだったんですよね。そのあたり分かってる方いると思うんだけど、じゃあこれをね一個一個ブロック外してこういう癖があるみたいな感じで外したりしてると思うんだけど、これってこのブロックって自分じゃないんですよ。全く別のものを作り出してるっていうことなんですよね。本来の自分じゃないものを自分だと思い込もうとしてたから気分が悪かったりとか、この何て言うんだろう、エゴだったんですね。エゴっていうものを作り出してたんですよ。わざわざ作り出していて、でそのエゴがずっとその時からずっとその考え方を守り続けていたみたいな。だからわかるかな、このあたり。例えばじゃあ私だとすると、何か一つ言った言葉があった時にそれをずっとなんか結構引きずるんですよ。あれ言わなければよかったなとか思ったりして気分が悪かったんですね。そうだけどこれをなんかブロック解除とかで外してきてるんだけど、いつまでもさぐちぐちやっぱりやったりするじゃないですか。私はやったりするのね。なんかあれ言わなきゃよかったなとか、あれをやらなければよかったなっていう周波数帯を結構アクセスしちゃって気分悪くなってするんだけど、でこれが要はずっと引きずってるのは私自身ではなくてエゴが引きずってるんですよ、ずっと。だからこの引きずってる自分に気がつけば、要はブロックに気がつけば外れるってバシャルとか言ってたり宇宙人たち言ってんだけど、気がつくと外れるんですね。だからどういうふうに外すかってことなんですけど、これはそこのだからさ、気にする自分が言うじゃない。これは私の声ではないエゴの声である。要はエゴの声がずっと引きずってるから、これは私の声ではないエゴの声であるってやるんですよ。そうするとそのエゴの声がスーってね、シューってなっていくんですよね。消えていくんですよ、気がつけば。わかるかな。こうやってね、なんていうのかな、すごい即効性があるし、要は自分の、考え方とか観念っていうのは大体エゴだったっていうことに気がつくと思うんですよね。こうあるべきとかこうしなければっていうのは大体そうしたくないんだけど、今まで生きてきたものをね守り続けてるんですよ、エゴが。エゴっていう観念ですね。そう、これは自分じゃないんですよ。すごいですよね。自分だと思い込んでたから苦しかった。本来の自分っていうのは自由な存在で何でもいいんですね。何でもいいって、創造主って何でもよくて宇宙って何でもよくて自由なのに、
こうあるべきとか、やっぱ観念っていうところの周波数帯をわざわざ体験しに来てるから、そのあたりがここにさこうくっついてるような感じになってるんだけど、これは本来の自分じゃないから、これを自分だと思い込もうとしてやっぱ苦しかったんですね。そうでもこれは自分じゃないよって気がつくと、ヒューってなくなってくるんですよ。不思議なんだけど。でこれなんで気づいたかっていうと、旦那さんが倒れた時にハッピーちゃんの動画が上がってきたんですよね。ハッピーちゃんの動画が何回か上がってきて、ハッピーちゃんが言ってたんですよ。ハッピーちゃん考えたのかちょっと分かんないんだけど、とにかくその、自分と本来の自分自身、真我とか創造主とか本来の自分自身とこのエゴ、いろんなブロックはだから本当の自分ではないっていうこと、なんかエゴっていうものは別物なんだよっていうことを確か話してくれてて、と思って、これ私じゃないのって思った時に、じゃあ私じゃないとしたらそれに気がついたら外れるんじゃないかなと思って、これは私の声ではないエゴの声であるってやったんです。ハッピーちゃんが言ってたのか、ちょっとその時に私が降ってきたのかちょっと忘れちゃったんだけど、とにかくこうやってブロック解除みたいな感じで、その自分自身のエゴに気がつくと外れちゃうんですよ。すっごい楽になるから、ちょっと熱くなっちゃったけど、すごいね、今ね最近こればっかりやってて、めちゃくちゃね効果があるんですよね。ほとんどの自分の考え方っていうのはエゴに支配されてたってことに気がつくと思うんですよね。苦しいこととか心地がいいっていうことは、要はほとんどのことっていうのは創造主というか源と同調してますから、心地いいってことは、流れに乗ってるんですね。それで気分が悪いとか苦しいとか、なんかこうなんていうのかな、生きづらいとかね、とにかくそういうなんか気分の悪さっていうのは逆走してるっていう感じで見ていただくといいと思うんだけど、ほとんどのことってなんか気分が悪かったり、なんか引っかかったりとか、こうしなければとか、そういう考え方のエゴにほとんど私たちの頭の中って支配されてるんですよ、本当に。でこれはもう支配されてるのはしょうがないですよね。そうだったから。でもこれは私たちじゃなかったっていうことなんですよね。本当の自分じゃなかったから、このうるさいエゴですね。瞑想してる時にほら雑念ってやつね、よく喋るんですよね。あれご飯作んなくちゃとか、あれしなくちゃこれしなくちゃいっぱい出てくると思うんだけど、これは私の声ではないエゴの声である。これ言葉は何でもいいですよ。とにかく私ではない他の存在というか、エゴが喋ってるってことに自分が気がつくっていうことだから、こういう感じで気がつくとヒルヒルヒルってなるんですよ。すっごい楽なんですよね。だからね、それに対して動けるようになるっていうのがあるんですね。私なんかこれ今すごい使ってて、例えば、料理を作る時にね、本当に面白くて、こういうね意識の遊びが大好きなんですね。だから、料理を作るのめんどくさいじゃないですか。嫌いなんですね。基本的に嫌い。コックさんに作ってもらったし、でもなんか最近料理もいいなと思って、グランディングになるししようかななんて思って、でもやっぱりなんかいつも作ってるとめんどくさいなってなるじゃないですか。でめんどくさいなっていう気持ちが出てきた、これは気分が悪いわけだから、これは私の声ではないエゴの声である。で1回でなんかちょっと気分良くならなかったら、これは私の声である、これは私の声ではないエゴの声であるってもう一回やるじゃん。もう一回だからやりますね。これは私の声ではないエゴの声であるってやると、なんかこの辺りのちょっと嫌だなって思ってた気持ちが楽なんですよね。ほんで料理をなんかねやろうっていう気持ちで自分が作り出して、ものすごく美味しい料理が最近できちゃってびっくりしてるんですよね。これすごいなと思って。気づくだけで本当に外れるってバシャール言ってたし、ブロックもブロック解除ももちろん気づくだけで外れるんだけど、本当にエゴの声って気がつくだけでこのやり方だと外れちゃうから、すごいなって感じです。でね、一個一個何ってやらなくてもいいんですよ。なんか心地いいか悪いかっていうところで、なんだろうな、何かに対して何か見て何か言われたりとかして、それに対してなんかイラッとしたりとかもやっとしたり、要はこれ逆走してるこの気持ちだと、心地いいが要は流れに乗ってるから、なんかちょっと嫌だなって思う気持ちがあったとしたら、これは私の感覚ではないエゴの感覚であるとか、もう言葉何でもいいですから、
これは私の声ではないエゴの声であるみたいな感じでそれをこう意識を変えていく、気づいてあげることによって楽になっちゃうんですよ。別にこのやり方が合わない方は合わなくても全然いいんだけど、今なんかねこれすごい楽だなと思って。そう要は自分自身の考え方、大体の考え方はほとんどはエゴですね。エゴってこうえばってるエゴとかってそういうことではなくて、エゴっていう言葉を使ってるんだけど、要は考え方の観念、違う自分を作り出して、それが自分だと思い込もうとしてたから苦しかった。観念を自分自身だと思い込もうとして自分を責めてたんですよね。小さい時に言った言葉とか、なんだろう、私で言ったら、旦那さんと別居してた時のことを本当に消したいとか思うんですよね。消したいって思うね気持ちがあるじゃないですか。あの時5年前の別居、今はまあちょっとよく思うけど、今やっぱり消したいみたいな気持ちが出てきますよね。でこれは私の声ではないエゴの声である。そこに意識を向けながら、そのちょっと嫌な気持ち、消したいと思っている気持ちに意識向けながら、これは私の声ではないエゴの声である、私の声ではないエゴの声であるってやると、なんかねスーッと無しか残らなくなるというか、静かになるんですよ、このごちゃごちゃやってるやつが。わかりますかね。これすごいなと思って、すごい楽になるから、たくさんの方に知っていただきたいなと思って、ちょっと言葉でうまく説明できなかったかもしれないですけど、ハッピーちゃんがすごいいろいろなこういう意識のなんていうのかな、説明をしてくれてるんですよ。でそれを引き寄せも彼女は得意だし、あとはこの意識のエゴについてのこととかも説明してくれてるから、私の説明じゃちょっと分かんない方、なんかハッピーちゃんもねたくさんあるから、ハッピーちゃんって検索するといっぱい出てくると思うんだけど、なんか意識についてのところをなんかそこで学んでみるのもいいと思います。とにかくエゴが自分じゃなかった、ブロックは本当に自分じゃなかったっていうことだから、一個一個外さなくても心地よく安心してれば、創造主と同調してハイヤーセルフと同調して本当に心地よくいられる。そこで宇宙の流れに乗るんだけど、どうしても観念ってさ、雑念ですね。エゴの声がうるさいんですよ。だいたい喋ってるのは自分じゃなくてエゴが喋ってたんですよね。でそのエゴが悪かったわけではなくて、ずっとそれを守り続けるパターンをエゴっていう、なんていうの、その周波数っていうのは守り続けるっていうのが要は仕事だから、ずっとそれを守り続けてくれてたみたいな、癖をずっと持ち続けていたみたいな感じなんだけど、そうだから自分があってこのエゴっていうものと、同調しながら生きてきてんだけど、こっちは自分じゃなかったってことだから、気がつくと外れちゃうんですよね。なんかこの辺りをねこう遊びでいいからやってみると本当に楽になる方が多いんじゃないかと思います。すごいやってます最近私。だからね無しかなくなっちゃうんですよね。本当に無になって、本当に何ていうのかな、身近なところの豊かさとか安心感にずっとこういます。安心感の中に今まで以上にいられるようになったから、ぜひぜひなんか利用していただくといいんじゃないかと思っています。また何かこの辺り説明したいと思うんですけど、とにかくね騙されたと思ってちょっとやってみてください。でなんかそれについてのコメントとか書いていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ではでは。